今回は先日東京の有明で行われたビーガングルメ祭りの様子をちょっとだけご報告します。こちらのお祭りは日本最大級のプラントベース専門のフェスティバル。動物性の食材や製品を使用しない 100% 植物性のグルメフェスティバルです。大きな都市を中心に年に何回か行われていて、今回は東京。私も出展者側で参加します。会場が見えてきました。皆さん会場時間前の準備をしています。コロナ明けムードで食のフェスティバル感がすでにあります。全部で78店舗も。以前私のチャンネルにも出ていただいた自然栽培のパラダイスビアファクトリーさんも出店しています。ちょっと挨拶しましょう。姉さん、わかりました。こんにちは。姉さん何してんですか？いや一緒に会えると思ってました。今日ここでね。出店してますから。私も出店してんすか？私のきな粉を出店してますからすいませんね。ね、一番人気ですよね、この黒蜜きな粉のドーナツね。一番ではないですよ。一番じゃない。でも姉さんの前で一番って言ったけど。なんなんですか本当は。こうやって好きなことを通してお友達ができるのはいいですね。さあ、今日私が立つブースはこちらです。先日の動画でもご紹介した京都の美濃代さんね。取っちゃってますよ。大丈夫ですか？今日のきな粉が和菓子の材料屋というビジネスモデルを変化させて、今きな粉や大豆コーヒー作りに注力しています。フェスティバル用なので簡易ですが、パッケージも手作り。わらび餅とセットにもしてみました。ここから動画の後半はお客様のきな粉への反応をご覧ください。社長がいらっしゃいました。いらっしゃいませ。ねえ、本当に京都から来ましたよ。どうぞ。わらび餅、きな粉もしいつも食べてる方はシールが欲しい。もしオリジナルでいる方があったら一緒に書いてほしい。きな粉好きです。きな粉好きです。大豆の皮を取ってるから美味しい。ありがとうございます。普通のきな粉は皮付きで作ってるんだけど、相当滑らかです。美味しい。私きな粉のスペシャリスト。そんなにバズあるでしょ。そんな私がここにもいて。あれ？そう。そうなんだ。美味しい。毎日美味しい。明日も美味しい。普段どうやって食べてますか？ヨーグルト？たまに買ったこと。ヨーグルト。日持ちだったら1月しか食べないでしょ。全然食べる。食べますか？日持ちを他の。今回このアンケートボードがとってもいい仕事をしてくれました。皆さんがどんな風にきな粉を食べているかを教えてもらいましたし、こんな風に食べることができるという発信ボードにもなりました。いいですね。いいですね。試食しました。そうなんですか。さて今回はこの辺で。次回は5月3日、名古屋で同じお祭りに出店します。ヴィーガンじゃない方もたくさんいらっしゃるお祭りなので、多くの方が楽しめると思います。そして私はより多くの方にきな粉の良さを広めていきたいと思っています。お近くの方はゴールデンウィーク中にぜひ遊びに来て声をかけてくださいね。お待ちしています。またね。